船に露店。どうも、千葉ランドです。私たちは休日に軽自動車で車中泊などをしている夫婦です。今回の車中泊旅はご存知の通り山口県です。車で移動しようか悩んだんですけど、みーさんが夜勤明けということもあり、みーさんの案で行きは船で移動しようかという話になり、大阪の泉大津から北九州の新門司港までを結ぶフェリーがあるので、新門司に上陸した後、そこから山口県まで車で移動することにしました。今回お世話になりますフェリーは阪急フェリーさんです。撮影許可もいただいております。私たちも阪急フェリーさんのような大きな船に乗るのは初めてなのでワクワクが止まりません。それでは参りましょう。レッツ千葉ランド。関門海峡って高速？関門海峡？橋の方は高速。あ、止まってる。響きでかっ。うわ、興奮してきた。あんな船乗るの初めてやもん。まっすぐで大丈夫です。車の後ろでいいよ。女性の方全員で窓口まで。ワクワクするぞ。運転の際にはお一人様ずつ、まずは受付に向かいます。デラックスの和洋室でお取りしております。はい。一人ずつ検温します。こんなに大きい船なんだよと表現しています。今から乗るから待っててねと表現しています。さあ、響乗りますよ。どうもすいませんでしたの響覚えてる？皆さん覚えてないよこんな。どうもすいませんでした海賊王になる。2人で車では乗船できないみたいです。1人だけ車で乗船する形になります。もう1人は徒歩で乗船するみたいです。フネットっていう予約サイトで会員になったら1人2000円のクーポンがもらえるみたいで、船の中のレストランや売店で使えるみたいです。1人2000円は大きいと思います。フネットで予約すると乗船代が 20% オフになるのでお得です。で、クレジットカード払いですかね。いよいよ乗船です。私が運転して、みーさんはエレベーターで上がってます。船に入りますよ。入ったよ。どこに止めるんだい？こういうの初めてだから緊張します。広いな。普段ならこういう時みーさんが運転してくれるんですけど、今回はみーさんに頑張れと託されたので、今私が頼りにしてるのは私の前を走っている車、そうあなたです。どこのどなたかわかりませんが、私をここまで誘導してくれてありがとうございました。緊張しました。では船入ってみーさんのとこに行きます。ちなみにこの船はワンちゃんやニャンちゃんも乗船可能です。チワワ。とりあえず客室に入ります。よし行くぜ。今回は個室を取ってます。604入ります。今日泊まる客室はこちらです。海だ。部屋から海見えます。やったー。スリッパがあります。ここが洗面台です。鏡もあります。レディースセット、ヘアブラシ、カミソリ、ポケットティッシュ、歯ブラシ、一式があります。ポットがあって、ほうじ茶がこんなにあります。めっちゃあるほうじ茶。浴衣あります。なんだこれ。あ、タオル入ってる。やった。みーさんタオル入ってる。うん、かわいい。阪急フェリーの船子のタオルです。フリー Wi-Fi あるみたいです。つながりにくい場合もあるみたいです。ソファーベッド。こちらが机です。なんか出てきたで。パイシュー隠してた。阪急フェリーで人気のパイシューです。テレビ見れんの？すごい。テレビ見られへんと思ってた。あ、そうなん？うん。泉大津。
ただ帰りは車なんですよね。めちゃくちゃ豪華じゃない？どうにゃんこフェルトニャンコフェリーも楽しかったけど、こんな船乗んの初めてやから。自販機もあるし、お酒売ってた。イエーイ、お酒イエーイ。見て、アイス売ってる。イエーイ。高いやつや。売店もあります。オリジナルグッズ。博多のお土産がある。ラーメンいっぱい売ってる。だるまは有名やもんね。めんべい。大阪のもあんねん。こっちが大阪エリア。なるほど。阪急フェリーさんのオリジナルグッズもいろいろ売られていたり、こちらは T シャツですね。こちらキューピー人形の阪急フェリーさんバージョンですね。忘れても大丈夫なようにアメニティグッズもいろいろ揃っていました。これはありがたい。スナック菓子もいろいろあるし、おー、ドリンクも充実してますね。もう船の中のミニコンビニですね。おつまみも充実していて、そうかそうか、そんなに飲ませたいのかと思いましたね。こちらはさっきみーさんが隠していたパイシューです。さっきからこの船は誘惑ばかりしてくるんですよね。美味しそう、グリルチキン。お部屋付近に飲料水を給水できるところもありました。廊下にお手洗いもあって、お手洗いも綺麗です。すごく。後ほど詳しく紹介しますが、女性用の大浴場と男性用の大浴場です。レストランはここです。レストランこんな感じになってます。レストランのメニューもいろいろあって、見てるだけでも楽しいです。明日の朝食も楽しみだな。美味しそう。こちらも休憩スペースなのかな。大人が楽しめそうなゲームだったり、子供が楽しめそうなゲームもありました。泉大津、さようなら。さようなら、泉大津。また会う日まで。また会う日まで。あれ、朝食べた以来食べてないのでフライングしちゃいます。グリルチキンが売店に売ってたのでこれ食べます。あとビア飲みます。ビア。みーさん、愛のスコールマンゴーです。愛が欲しい。愛を取り戻せ。 You are shock。 You are shock。 はい、バイ。乾杯。皆様お疲れ様です。お疲れ様です。あー、うまい。最高。食べて飲んじゃうよ。うまい。私たちで売り切れました。早いな、なくなるの。そう、早めに買っといた方がいいかもしれない。このパイシューももうなくなってました。だってまだ出港して20分しか経ってない。あと30分ぐらいしたら明石海峡の下をくぐるらしいので、また外に出ます。外に出ると綺麗な夕日が見えました。夜ご飯はレストランで食べます。有料ドリンクはセルフで取るシステムですかね。並べられているお料理があるので好きなものを取っていきます。ビールがないなぁと探してらっしゃる方がいたので、生ビールが注文できるみたいです。生ビール返すわけ？多分そうだと思う。そうだ。レストランにお酒の持ち込みが OK かはちょっとわからなかったです。おでんまであるんですね。あと
おかずの種類も多すぎてすごく迷ってしまいます。豚汁のショー。カレーや豚汁、お味噌汁、ご飯などはこちらで頼みます。特典のクーポンで支払いました。いただきます。みーさんと私でいろんなおかずを取ってシェアします。乾杯。あー、美味しい。うまい。お料理がどれも美味しいんですよね。あー、うまい。ウーマです。チキン南蛮。美味しい。おでん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 。レッツゴー。この夫婦、エンタの神様時代から抜けれないんですかね。ルネストース。なんだその結び方。かわいいっしょ。じゃあお風呂入りに行きましょう。はい。ここのお風呂露天風呂があるっていうことでちょっと楽しみにしてます。脱衣所はこういう風になっております。広いですよ。結構ロッカーになっておりますが、鍵がかけれるロッカーになっております。給水できるところがあります。こういったシャワールームが3つあります。シャワー室はシンプルです。ちゃんと物が置けるところもあります。これはあくまで女性の入浴のところのシャワー室です。露天風呂はこんな感じです。船の明かりとかがまた幻想的でいいです。船に露天風呂あるの珍しいですよね。売店で湯上がりに飲むお茶とちょっと分かりにくいと思うんですけど、満月がめちゃくちゃ綺麗です。満月ポン。すごい大きい。サンキューフェリーさんの赤ワインです。お風呂上がりはビール、ハイボール、いえいえワインです。さっき売店で買った麺べいの海苔塩コンソメです。割れてるやつですね。美味しいこれ。乾杯。はい。今船が動いてる上でお風呂入ってんねんなって感じだった。お風呂の水が流れてたからね。こう傾くからじゃあ。見学。あ、ちょっと待ってや。なんで言った今。なんて言ったよ。ノーリックの親父でも笑うんだ。丸のやつが出たんじゃない。ショック今。やっと出たと思った。響がもうちょっとで瀬戸大橋に到着します。どうもすみません。響やろ。もっと腹立つ言い方じゃないとあかんね。どうもすいませんでした。まもなく瀬戸大橋下を通過いたします。ここ今キラキラしてるところは香川ですね。瀬戸大橋です。瀬戸大橋くぐりますよ。瀬戸大橋くぐりました。寝たいと思います。ちょっと隣のお部屋が賑やかですが、とりあえず電気を消して寝たいと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。今は4時ぐらいなんですけど、ちょっとお化粧します。お化粧した後は朝ごはんを食べに行きます。定食などを注文できたりもしますが、昨日のシステムのように好きなものを取っても大丈夫です。ウキウキ。納豆があったら絶対取ってしまうんですよね。レストランの料金はほぼクーポンで賄えました。朝ごはんです。みーさんはこれです。なんか私の方が豪華っぽいですが、あれですよ、ちゃんとハムエッグみーさんに分けましたよ。朝日が見えます。昨日の夕日に引き続き朝日も良かったです。
ちらでコーヒーを買って到着の時間までお部屋で飲むことにしました。こんな美味しそうなパンやゆで卵まで売ってるんですね。文字につきますよ。東京、徳島、北九州って書いてるよ。フェリー道後。ここは山口じゃなくて福岡ですよ。はい、出ます。出ます。どうも。イエーイ。ここの開示